上に乗せて。こんにちは。赤坂四川飯店本店料理長の田中と申します。本日はどうもよろしくお願いいたします。今日やるお料理はですね、エビチリです。ただこのエビチリですね、今日はですねパンに乗せてトースト、エビチリトーストに仕上げたいと思います。はい、それでは野菜の方を切っていきたいと思います。で、大きさなんですけど、小指ぐらい、小指の先ぐらいですね。大きく切るとですね、火が通りにくいんでのサイコロ状に切ります。できるだけ大きさは揃えて切ってください。で、次にエリンギです。これも同じぐらいですねの大きさで切ります。はい、野菜は今日これだけです。で、今日のポイントでですね、このエビです。エビ通常ですね、このまま下味入れたりするんですけど、今日はこのエビを、トースト風にしますんでカットします。これも先ほど切った野菜と同じような大きさで、エビ3等分から4等分ぐらいですね。はい、これを切っていきます。で、これですね、後で下味入れるんですけど、これちょっと最初のポイントですね。エビはですね、このまま下味を入れたりしないとですね、硬くなってしまうんです、すごく。で、これを下味入れることによってエビがふっくら膨らんで、すごくいい状態、プリプリしたエビの状態が作れますので、ちょっと手間なんですけども下味すごく大事ですんで見ててください。はい、これで今エビ切り終わりました。そしたらですね、今言いましたように下味の方入れていきたいと思います。もう本当にシンプルです。塩ですね、1つまみで、お酒で、塩とお酒が入ったらよくここで下味ですね、中に入るようによく揉みます。これを揉んでるうちにですね、エビから粘りが出てきますから、そのぐらいまで。これで下味がつくことと、後でエビが硬くなるのを防ぎますので。はい、粘りが出てきましたら卵白、このエビの周りにコーティングするぐらいですね。コーティングができるぐらい。そうしたらもう一度よく混ぜます。この卵ね、卵白なんですけど、これ入れすぎないようにですね、見た時にこう混ぜて下にこう卵白が流れてきてしまわないようによくこう混ぜます。はい、よく混ぜたら、そこにですね片栗粉、これもダマにならない、エビの周りにきれいにこう衣ができるようにですね、少しずつ入れていきます。片栗粉ですね。で、これ片栗粉ちょうどいい量っていうのは、こう入れてこうやって山にします。山にした時に少しゆっくりこう崩れていく、ほぼこう固まるんですけども、少しずつこう流れていくような、少しずつ時間をかけて落ちていくぐらいの硬さを目安にしてください。で、これ片栗粉入れすぎるとですね、後でこう火を入れるんですけどくっついちゃったりしますんで、片栗粉入れすぎないように、逆に少ないとですね、鍋に入れた時に全部その衣が剥がれてしまいますんで、この片栗粉の量ちょっと気をつけてください。こうひとまとまりになって少しずつこう流れるくらい。そうしましたら調理の方に入りたいと思います。フライパンにですね、大さじ1杯半、2杯弱ですね、入れましたら、最初にですねこの野菜、ナスとエリンギを焼いていきます。
どのぐらいあれするかというと、こう表面にちょっと香ばしい色、ちょっとこう焼き目がつくぐらいですねを目安に火を入れます。はい、軽くこうですね、こう炒まってきたら、そこにですねエビを入れます。もう一度油を少し入れまして、この時火をちょっと弱めます。エビですね。でこれエビを入れた時にわーっと混ぜてしまうと、エビのせっかくさっきつけた衣が全部剥がれちゃいますから、ここ大事です。ゆっくりでいいです。ゆっくりこうエビとエビをはならかすようにゆっくり火を入れていきます。先ほども言いましたように、この時にわーってやってしまうとですね、せっかくの衣が全部取れてしまいますから、ゆっくりエビは時間経ってもちゃんと剥がれますから、ゆっくりですね、こうエビとエビが離れるように、剥がすようにですね、ゆっくり火を入れていきます。でこうだんだん色が変わってきます。で両面ですね、だいたいこうピンク色になると火がですね、7、8分通った感じになります。で後でもう一度タレで煮るんで、7、8分火が通れば大丈夫ですから、炒めすぎないようにですね。あんまり炒めすぎると、先ほど入れたこうナスだとかもどんどん縮んでいってしまいますので、はい、表面がですねだいたいピンク色になりました。これでもだいたい7、8割、8割方火が通ってますので、この状態になったら一回取り出します。はい、そうしましたらソースですね。先ほど言ったようにですね、これだけのものを用意していただければ、分量さえあれば簡単にできます。まずですね、生姜です。生姜、今日ですね、これ小さじ2杯で、あとにんにく小さじ1杯で、そこにあとですね、この豆板醤ですね、これ大さじ1杯半で、あとトマトケチャップ、これ大さじ今日3杯入れます。はい、そしたらこれ火をつけるんですけども、もう一つポイントですね。油をこの段階でまた大さじ1杯ぐらい入れたら、今にんにくと生姜、豆板醤があります。これはですね、香りを出すためによく焼きます。でこの時ですね、焦げやすいんで、中火からちょっと弱火でゆっくりよく炒めます。そうすると香りがすごく良くなりますので、はい、今こう焼き出したんですけど、今初めてこう沸いてきた状態です。ここから今言っています焼きっていう状態ですね。しっかり焼くっていう状態を作っていきます。ではこれどこまで炒めるか、これちょっと難しいところで、周り見てください。こう透明な油、こう赤い透明な油がだんだん出てきます。この油が出てきたら炒まったっていう証拠ですので、この周りに出てきたこういう油ですね、こっち側にあるこう透明な油、これを目安に炒めていきます。はい、もうだいぶこれですね。この豆板醤、ケチャップなんかのソースと透明なこの油が、こう見ていただくと透明な油がこう分離しました。これが今炒まった状態です。ここにスープ、これ中華スープですね。顆粒のもので伸ばしたものです。だいたい 100cc 入りました。そしたらですね、先ほど取り出した、エビとお野菜、ここに入れて煮ます。少し煮ます。でここからポイントなんですけど、片栗粉を入れることと、この段階で長く時間を経ってしまうと水分がどんどん飛んでいってしまうんですね。そうすると味が変わってしまいますから、ここからできるだけ手早くくつくつ沸いてきます。そうしたらですね、ネギだいたい大さじ3杯ぐらいですを入れたら、1回火を消します。1回火を消します。
そしてそこに水溶き片栗粉を入れるんですけど、これ水溶き片栗粉、水と片栗粉1対1になってます。1対1で割ったものです。それをだいたい大さじ1杯半ぐらいで、ちょうど固まるんですけれども、これを大さじ1杯半を何回か、1回か2回か3回に分けて入れていきます。今火が消えた状態で片栗粉1回目ですね。大さじ1杯弱今入りました。はい、よく混ぜたら1回火を入れます。こう今の状態ですね。今このぐらいです。とろみの状態。今このぐらいです。もうほとんどいい感じです。もう一回入れます。一回こうグツグツ沸いてきたらもう一度火を止めて片栗粉、必ずこの時火を消して2回目ですね。そしたらこうよく混ぜて、そしてから火を入れます。はい、これでですねちょうどいいとろみになりました。で、エビチリっていうのはですね、これで今ほぼ火は入ってるんですけども、こう焼くお料理なんです。こうなった状態でしっかり火を入れるときにこのフライパンの上で焼いていきます。よく火を入れていきます。こうすることによって仕上がった時に香ばしさと香りがすごく良くなりますんで、この状態でよく炒めます。炒めるんですけども、あんまりこうかき混ぜるんではなく、鍋底から大きくこう混ぜてあげるような感じです。はい、これで今火が入りました。で、最後に仕上げですね。仕上げにお酢、小さじ1杯。はい、これでですね一応このエビチリ出来上がりです。で、今日はですねこれをトーストにします。トースト、こうやってですねパンの上に焼いたパンですね、その上にこのようにエビチリを今作ったたっぷりですねこう乗っけて、で、今日ですねこのとろけるチーズこの上に乗っけます。で、今日はですねこのバーナーで、こう焼いてしまうんですけど、家庭でしたら普通にオーブンちょっと入れていただいてもいいと思うんですけども、チーズが溶けるぐらいまでですね。はい、チーズがこれ溶けるようにチーズが溶けましたら、アクセントでこのレタスですね。これレタスっていうのはすごくこのチリソースに相性がいいです。これを上にのせて、エビチリトーストの出来上がりです。お酒にもすごい合いますし、おやつにももってこいだと思います。ぜひ作ってみてください。